ノミの寿命とその繁殖サイクル。イントロダクション。ノミは古くから人類や動物に寄生してきた昆虫です。体長2、3ムほどの小さな虫ですが、その繁殖力と生命力は驚くべきものがあります。特筆すべきは、その強靭な体つきと跳躍力で、自分の体長の100倍以上もの距離を跳躍することができます。まずは、ノミの基本的な生態から詳しく見ていきましょう。ノミの一生について。ノミってなんだか気持ち悪いのだ。でも、どのくらい生きるのか気になるのだ。ノミの寿命は環境条件によって大きく変わってくるわね。適切な環境と十分な血液があれば、成虫は2ヶ月から8ヶ月ほど生存できるの。ただ、吸血できない状態では1週間程度しか生きられないの。特に気温が15度以下になると活動が鈍くなって、0度以下では生存が困難になるのよ。そんなに長く生きるのだ。温度によっても変わるのだな。そうよ。しかも低温や湿度が高い環境だと代謝が遅くなることで寿命が延びることもあるの。これは厳しい環境を生き抜くための適応戦略の一つね。ノミの繁殖力。ノミの赤ちゃんってどうやって増えてくのだ。メスのノミは1日に2050個もの卵を産むことができるの。しかも一生の間に400500個の卵を産むこともあるわ。産卵は通常宿主の巣や寝床の近くで行われて、卵は白色で楕円型をしているのよ。うわ、そんなにたくさん産むのだ。卵からどうやって大きくなるのだ。卵は14日で孵化して幼虫になるの。幼虫は宿主の血のついたクソや有機物を餌にして成長するの。その後、絹糸で繭を作ってさなぎになって、最終的に成虫へと変態するの。この過程全体で約に3週間かかるけど、環境条件によっては数ヶ月かかることもあるの。特に温度が低いと発育速度が遅くなるのよ。環境と生存率の関係。ノミはどんな場所で生活するのが好きなのだ。ノミは温度20、30度、湿度70、85% 程度の環境を好むの。この条件下では繁殖速度が最も速くなるの。でも適応力が高くてかなり厳しい環境でも生き延びることができるの。特にさなぎの状態では乾燥にも強くて、数ヶ月間生存できることもあるのよ。冬でも生きてるのだ。そうよ。さなぎの状態ならかなりの低温でも生き延びられるの。これがノミの駆除を難しくしている要因の一つね。実はこの体勢によって春になると一斉に孵化して大量発生することもあるのよ。吸血行動と生存戦略。ノミはどうやって餌を見つけるのだ。ノミは体温や二酸化炭素、体の匂いを感知して宿主を見つけるの。特に側面の器官で振動を感知して近づいてくる宿主を察知することができるわ。面白いことに成虫になってすぐは3日程度なら吸血しなくても生きられるの。これは新しい宿主を探す時間的余裕を確保するための生存戦略ね。ノミさんって結構賢いのだ。でもやっぱり困る虫なのだ。まとめ。ノミは驚異的な繁殖力と適応力を持つ昆虫です。一匹のメスノミから始まっても、適切な環境があれば数週間で大量発生する可能性があります。その生存戦略は、温度や湿度への適応、効率的な宿主探索方法、そして驚くべき繁殖力など、多岐にわたります。そのため、早期発見と適切な対策が重要です。ノミの生態を理解することは、効果的な駆除方法を選択する上で非常に重要な要素となります。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。